おはようございます。小木曽です。カカオしております。好きな食べ物は焼酎です。芋が好きです。今日の動画はシンプルにということで、こういう海を描いた動画をお見せしたいと思います。アクリル絵の具です。アクリル嫌いとかできないっていうんじゃなくて、ちょっと見てみられてもいいかなと思います。ちょっと日頃と違う、技法を使ってますので、こういうのももうたまにはね、皆さん勉強してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。新しいちょっと今までお見せしていない技法も使っておりますので、そういうところにも注目しながら、そんなに時間はかけていませんが、シンプルに、構成だけで、あんまりこう無駄なものを置かないということもしてみるのも案外いい勉強になるかもしれませんので、ぜひこういった動画も参考に、頑張って勉強してみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今日も B3 のキャンソンボードというのを使用しております。まずマスキングテープで、周りをですね、額縁効果というのを狙って、つけております。で、今回はちょっと長崎のですね、稲佐山という、ジェッソ、白、黒ですね。左、右が黒ですね。あとはこれ、フタロブルーシェイドってやつですかね。あとは赤ですね。これちょっと待ってね。ナフソールクリムソンレーキみたいなものですね。そしてまずですね、初めに思い切って大胆に、ベタと、何も下書きをしないうちに、ベタと、ジェッソ白、ジェッソ黒を塗りました。そして真ん中あたりに、これジェッソ黒ですね。初めにちょっとですね、もう下地を塗っておいてから、これはブルーですね。すみません。フタロブルーレッドシェードです。すごいですね。フタロブルーレッドシェードと、ナフソールクリムソン。そしてハケでですね、ズバズバと塗りました。フタロシアニンブルーのレッドのシェードもぐちゃぐちゃですね。シェードは影ですもんね。まあだから紫っぽい赤みがかったフタロシアニンブルー、紫に近いけど青なんですよっていうことでしょうね。で、黒が下の方を真ん中あたりに、青赤あたりを混ぜ合わせ紫っぽくし、上の方はだいぶ明るい色という、もうこの段階でですね、水のような状態、手前と後ろ奥というのを作っておこうかなと思いました。こういう技法やってないんちゃうかなと思いますので、なんでこんないろんなことできはるんですかって聞かれますけどね、初めてやってます。はい。想像力ですね、いつも言うてますけどね、やっぱ美術やる上において大事な想像力で、こんな風にしたらこうなるんちゃうかと予想を立てて、そしてその予想通りにできるか否かということを、で今ちょっとなるべくグラデーションですね、グラデーションをつけていってます。グラデーションちょこっと変えるとグラデュエーションですね。もう卒業の季節でございますね。春から高校生だとか大学生だとか卒業するっていう人もいますかね。私立なんかとか公立なんかやったら3月の10日にもなると卒業式をやっていたりするんですが、国立は3月23日というね、だいぶ遅いんですけどね、もうちょっと早めてもいいかもしれませんよね。そしてこうやってグラデュエーション、間違えました。グラデーションが出来上がりました。ドライヤーで乾かします。実際は乾かす時間とかを省くと1時間ちょっとでしたね。ドライヤーで完全に乾かします。これね、僕ちょいちょいもう本当にせっかち王が出るんですね。本当にもうゆっくりやってくださいね、皆さんね。私なんかこれ真ん中のあたりちょんと白くなってるのは乾いたかなって触ったらやっぱ乾いてなくてっていうことが起きてるんですね。皆さんはゆっくりやられてください。私は本当に空いた時間を探し、そして、上の方は黒い色鉛筆で、もう形はめちゃめちゃ簡単なんで直でジャンと描きました。黒い色鉛筆でジャンと、箸がありました。本当に長崎はですね、島が多いんですね。日本で一番石油が高いの確か長崎なんですよね。島があるから輸送費がかかるというので高いということを聞いたことあります。そしてこの辺にも島を描いて、で手前は白い色鉛筆、持ってないという方もいるかもしれませんけども、白い色鉛筆で、暗い中に黒で描いても見えなかったので白い色鉛筆で形を描いておきました。
稲佐山の向こう側ですね、町の方を見てない反対側を見てる展望台から見た長崎の人やったら、わかるわかるっていう感じかもしれませんよね。乾きをチェックしてますね。そして出ました、今回新素材でございます。マスキングテープデラックスと言いましょうか。これはエアブラシ用のマスキングテープです。これね、売ってます。ホルベインさんかなんかが多分代理に入っているか作ってるか分かりませんが、一度生産中止になったんですけど、僕すぐ電話してなんとか作り直してくれって言ったら、大丈夫です先生って言われたんですね。本当の話です、これ。よく海外のですね、人がやってるのよ、見てみてください。めちゃくちゃ超絶技巧でいろんな画材使っていて早送りにしてる動画とか結構あるでしょ。あれでね、実はこれ使ってるんですよ。あれね、皆さんに見せたくないからね、早送りにしてるだけなんですよ。あれ、いろんな画材使ってます。色鉛筆使ったりね、水彩使ったり、アクリル使ったり、エアブラシって言ってスプレーでシューッと影描いたりしてます。ほんまですって、あれ。皆さんスローで見てみてください。できます？その動画とかできるんですか？そしてピリピリピリとカッターで切りまして、あまり紙を傷めないように優しく、ほら。乾いてへんうちに歯がやるからこんなことになるんですよね。もうせっかちは本当に僕のこう失敗もいっぱい含めて小木曽くんだなって思ってくれたらいいと思います。そしてカッターで軽くデザインカッターと呼ばれるものを使うこともありますけどね、紙をなるべく傷めないようにしながら、切り抜いていきました。ちまちまちま、こういう時に恐竜が遊びに来たら最悪ですよね。とにかく静かに深夜やっておりました。ちま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 切っていって、要は海のところをこれからズボーンともう絵の具塗って、マスキングをしといて、っていうもうほぼダイナミックに形が出てくる技法ですよ。驚きますよね。まあいろんな本当技法があっていいと思うんですね。僕はなんかこうスペインのリアリズムの作家エドワルド・ナランホっていう人、今長崎県立美術館に常に常設であるんですよ。でも全然人見に来てないんでね、長崎の人、九州の人見に行かれたら機会があれば行ってみてください。どうやって描いてんのかなって思ったら、結構マスキングテープとかその使ってる、もう海外なんかの例えば動画なんか見ても使ってますもんね。で僕もいいと思うんですよ。もう硬い絵描きたかったらマスキングテープとか作って、後からちょっと手直しとかする必要ある。ジェス層をドンと塗りました。そしてハケで白だけですよ。その辺がこうやっぱりもうちょっとこうね、自由になってくればいいんですけど、日本の場合はマスキングはダメだとか言うんですけど、よく見てみると初期ルネッサンスに例えばシモーネ・マルティーニっていう人とかの模写を僕昔やったことあるんですけども、黄金背景テンペラ画って言って、背景がテンペラになって黄金の金箔になってる絵があるんですね。でそういうのやるときにマスキングテープっぽいことをやったんですよ。模写の授業、大学院生の時に。やっぱやってるよねってふと思ってですね。で日本の美術教育の中でっていうかですね、受験の時僕言われたんですよ。硬くなるからマスキングはダメだって。硬い絵描きたかったらマスキングすりゃいいんですよ。ほんとその辺でも緩やかに肩肘張らずにね、僕こう受験の先生やっていて、予備校の先生やっていた時に試験前にですね、いろんな先生が例えばああしろこうしろって、それでマスキングテープを外していきます。ああしろこうしろって言うて、その受験場でやってはいけないことが脳みそをもう支配してしまって受験場に行く子っているんですよ。メモ書きに私はこうだからこれはやっちゃいけない、あれはやっちゃちょっとねこうはみ出したりしてますよ。もちろんね多少ははみ出したり、厚めに塗ったりすればはみ出しにくいですよね。水気が多いとよくマスキングで僕失敗してますもんね、テープとかでね。ほらボンとできました。なんか受験の時とかですね、受験に行く前にいっぱいいろいろこれやっちゃいけないあれやっちゃいけないって、それがを支配したまま受験場に行く学生さんって案外いると思うんですよ。で例えば公募点なんか出される人も偉い先生にこれ言われたからこれ直さなこれ直さなって、それは直すことは必要やったりね、現場でそういうミスをしちゃいけないっていうのはもちろんあるんですけども、真逆も必要というか、試験場で楽しもうとかね、綺麗な絵描こう、かっこいい絵描こうと、そういうことをぜひ、頭に入れて、絵を描くという行為をすることがやっぱ大事だと思うんですよね。何に感動した？試験場でやっぱり石膏のこういう綺麗さが、今ちょっとね補正というか少しもう一層塗っていっております。美しい
感動した。だからそれはどう表すんだっていうことの方が大事なわけですよね。それが脳みそを支配した方がいいのに、これやっちゃいけない、これやっちゃいけない。で試験場から帰ってくる学生で昔いましたもんね。もう15年前ぐらいの話ですよ。先生、言われた通りにこれとこれをやりませんでしたって言うんですよね。だから大丈夫でしょうか。違うのになってね。そこから僕は試験の1週間前ぐらいからひたすら褒めるということしかしなくなりました。もうね、ダメなとこはね、いいとこが追い尽くした方がいいっていう考え方です。そうすると、ちょっとね、書いていってますね。今日ちょっとひどいね、雑談いいですか？雑談好きな方はね、これ結構世の中の物事にあると思うんですよ。もう苦手なものを克服しようと、それでストレスになるよりも、苦手なものは60点ぐらい、社会に出たら60点はできやんといかんのですけど、100点取る必要ないんですよね。僕なんかもパソコンとか苦手なんですけども、やっぱりこう60点ぐらいは取れやんといかんと思うんですけども、本当に80点は取ろうとしませんもんね。困ったら学生ちょっと手伝ってちょっと例えば授業で何か映像を流したりするのも全然できないですもんね。ちょっと悪い、500円あげるから手伝ってとか言ってですね、授業開始前に学生に来てもらってパソコンの操作をして、彼らのお弁当代に変わるということも多々ございます。諦めるんですよ、そういう時はね。ぐだぐだ悩まない、もうそれが一番です。そしてドライヤーでしっかり乾かしましたね。しっかり乾かしておこうと思います。そしてちょっと水で多めに薄めた色で、水で白を薄めてちょっと色をつけといてですね、こうやってですね、これ空気遠近法分かりますか？ポイントでしょう。完全に乾いた後ですよ、もちろんね。皆さんゆっくりやってください。空気遠近法またはスカンブルと言いますね。奥の方に逃げていくように。そして手前はどちらかというとちょっと暗めにしておいて、そうですね、さっきこう溝掘ってたのはですね、色鉛筆の白でビビビビビって乾かんうちに溝掘っときました。波ですね。そして手前は少し暗めにしておいて、ですね、手前の山も段階があって、一番手前とその次ぐらいで色を少しこう白っぽい色をかけておいたりとかいたしました。それでこうやってグレーズというかスカンブルというかですね、塗りました。乾けと念じる。少しグラデーションをつけておこうと思いました。奥の方ね。もう水平線が見えなくなってます。見えないじゃないですか。もう見えなかったら見えないでいいんですよ。ね。この島々だけが美しく描ければいいやというふうに思いました。乾けとね、乾けと念じております。もうその辺は本当にこう伸びやかに自由にやる部分っていうのを皆さん持たれて、そしてこれ紙やすりを使ってます。紙やすりがない、そんな高いもんじゃないですよ。5、60円で確か売ってるはずです。ホームセンターに行かれてください。分からなかったら真ん中ぐらい、240番ぐらい買ったらいいんじゃないですか。360番400番そのぐらいを1枚買ってみてください。耐水性と非耐水性があります。どっちでもいいです。お金にゆとりがあれば耐水性という黒っぽい方、お金がなければ茶色っぽいやつっていうかね。そしてちょっと白で最後補正をしながら、ちょっとずつこれはドライブラシといって、画面の表面をかすらすように描いていってます。紙やすりでもうちょっと削ったらもうちょっと白出てくるかなと思ったんですけど、あんま出てこなかったんで、そういう時はもう白でこうやって補正して、いっています。手前にちょっと間違ったのであんまり書かずにちょんちょんちょんと書いておきました。いいですね、シンプルな絵もね。こういうの意外とね、家とかに飾るといいんですよ。もう何にもないシンプルな絵とか、ある方がコメントで言ってましたね。外国だったら抽象画の方が売れるのにって言ってました。確かにそれはあるかもしれませんね。日本はやっぱりですね、部屋が狭いので、密度のギュッと濃い絵が好きなのかもしれませんよね。ちょっとその好みに関してはよく分かりませんが。抽象画を説明する人が少ないっていうのもあるのかもしれませんよね。やっぱり歴史的な経緯とかがあって、アメリカという国は歴史がなかったので自分たちで歴史を作る意味も込めて抽象画というのがやっぱりジャクソン・ポロックというスターを生み出したりとかですね、ポップアートなるワンディ・ウォーホルが出てきたりとかですね、そういったことをしていってハイライトとかを描きながらですね、この島なんていう島でしょうか、いつかこっちに渡ってみたいななんていうことを思いを馳せながら、最終的に密度を上げながら完成に向かっていきました。もう本当にこうシルエットだけ、でございますが、それでも絵に絵画になるということを皆さんに知ってもらいたくて、逆にですね、私なんか鬼好評をさせていただきながら、本当に全部が自分に返ってくるというパターンですね。こういう絵あればいいのになっていうことで今作ってるんです。これをね、
こういうパターンの絵なかったでしょ皆さん。多分今まで、27回やってきました。7回平均としたら180枚200枚弱ぐらいですか、やってまいりましたが、これぐらいシンプルな作品があってもいいよということをお伝えしたくて、天野弱先生についてきてくださいね。マスキングテープを外しまして、本日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ね、これぐらいシンプルに、そんなに時間はかけてませんけども、絵画ってこれぐらいバシッと短い時間でもできますし、面白い作品にもなりうると思うんですね。だから時間をかけたことが全てではないと思いますので、ぜひこういったことも参考にしてみてください。ぼちぼち桜の季節となってまいりました。2021年3月10日ぐらいですかね、今日はね。近いうちに桜を描いた絵をあげたいと思います。ずっと考えてたんですけど、日本人が一番撮ってきた写真って何やろうなってずっと考えてきて、最近やったら美味しそうなお菓子を撮る人もいれば、お孫さんを撮るとか。でも一番撮ってきた写真ってこれちゃうかなというのを、描いてみようと考えております。またお楽しみください。ではありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。